こんにちは、カズモンです。今日はですね、こちら、これね、ヨコモのね、ツーリングカーの BD10LC なんですけど、これね、僕の車じゃなくて、お客さんのね、車をちょっとね、お借りしたんですけど、これね、よーく見ると、こっち、これ、壊れちゃってるんですよ。僕が壊したわけじゃないですよ。そのね、持ち主の方がクラッシュしてね、壊しちゃったんですけど、今日はね、この車を僕がね、預かって修理していこうと思いまして、動画をね、撮るっていうことを前提にお借りしました。よく見ると、もうこんな感じでね、足が取れちゃってて、もうメインシャーシもね、割れちゃってるんですよ。ね、これ、こんな感じで。なんで、このマシンを今日は、修理をして、新品同様に直して、最終的にはね、走るところまで動画で撮影していこうと思います。はい。じゃあね、やっていきます。はい。じゃあね、これ壊れちゃったねBD10LC なんですけど、まずね、これ直していくのにメインシャーシね、このカーボンのメインシャーシが壊れちゃってるんで、こちらをね交換していきたいと思うんですけど、その前にメカが乗っかってるので、このメカをね下ろしていこうと思います。はい。じゃあやっていきます。シャーシからこれメカを取り外しまして、今からねこの割れちゃったメインシャーシをこちらのね新品のシャーシに付け替えようと思います。じゃあね、これ交換していきます。はい。じゃあね、今からこれメインシャーシを交換していきたいんですけど、こっちがね今のシャーシになります。でこちらのね新しい方の板にこの今乗ってるこのシャーシのね部品ですね、これを全部ごっそりこっちに乗せ替えていくんですけど、簡単にね乗せ替える方法として、シャーシをひっくり返してこの裏側のネジだけ外してって、でそのままごっそりねこのシャーシに付け替える感じですね。いつもそういう感じのやり方でやってきます。ただ今回ね、特にこの部分ですよね、この右のフロント部分結構ね損傷が激しいので、他にね壊れてる部品がないかチェックしながらやっていこうと思います。はい。じゃあね、今これクラッシュしちゃったメインシャーシから上に乗ってる部品をごっそり裏面だけねネジを緩めて外しました。でこの新しいメインシャーシをこう乗っけてネジを締めていきたいんですけど、足回りもチェックしたいので、とりあえず足回りは一回全部外してバルク部分だけ取り付けていきたいと思います。はい。今ねちょっとこれ組み直してて気になるところがあったんで予定を変更してばらしてるんですけど、このボールですね、これこのカムのねところについてるこのボールがあるんですけど、この BD10 特有というのかボールが入ってて、これ結構落としてなくしやすいので、僕はね何でもいいんですけどグリスをつけて落ちないようにしてます。こんな感じでねちょっとグリスをつけて軽くよいしょ、こんな感じでね軽くグリスをつけてよいしょ、はみ出た分は拭き取ってあげるとね、こんな感じで、そうするとこのボールをこうやってひっくり返しても落ちないとね、なくしにくくなるんで、 BD10 使ってる人このボールをねなくしちゃうって方いるんで、こうするといいかなと思います。説明書にね載ってない方法なんで、僕はこんな風にしてやってます。はい。じゃあね、これ今ねメインシャーシの交換ができたんですけど、思ってたよりもね手こずっちゃって、なんでかっていうとなんですけど、
こんなこと言ったらあれなんですけど、元々のねこの持ち主の方の組み方がね説明書通り作れてなかったというのか、チェックしたらネジの長さが違ったりとか、あとは部品の付け方が逆さまについてたりとか、そういうね組み間違いがあったんで、チェックしながら組み直してたらちょっとね手こずっちゃいました。皆さんねラジコン組み立てるときは説明書をちゃんとよく読んで組みましょうね。じゃあね、そんな感じで次はこの足回りですね。足回りを部品をねまたチェックしながらつけていこうと思います。はい、今ねこれサスアームね取り付けてるんですけど、フラッシュするとサスピンがね曲がっちゃってる場合があるんですけど、サスアームに通してこんな感じでスルスルにコンスコンに動くかどうかですね、確認してから取り付けるようにしましょう。サスピンが曲がってるとこれきつくなっちゃうんでね、きつい場合はこのサスピンを新しいものに取り替えましょう。じゃあね、引き続き組み立てていきます。足回り取り付けまして、こんな感じで、きちんとね上下にスムーズに動くようにね組み付けていきます。これ今足回りまだシャフトがねついてないので、足回りの駆動系ですねメンテしてね取り付けていこうと思います。今から駆動系のメンテナンスねしていこうと思うんですけど、今回ねこちらね、これ鈴木機工さんからね是非使ってみてくださいっていう風でね、ベルハンマーゴールドっていうね潤滑油なんですけど、金属部分にねつけることで動きがとてもスムーズになって金属の消耗が抑えれるってことなんで、今回こちらをねユニバーサルシャフト部分につけていこうと思います。はい、じゃあね、まずはこれユニバーサルシャフトをパーツクリーナーでね綺麗に脱脂をします。これ今もう脱脂をした後なんですけど、このまま脱脂したままで使っちゃうと金属がとても消耗しちゃうんで、ここにこのベルハンマーを吹きつけていきます。これねスプレータイプなんでここに吹きつけるだけなんですけど、こんな感じでね、粘度も低くてサラサラなんで細かいとこにも浸透していくんで、このままシャーシに取り付けていこうと思います。はい、じゃあこれ今これベルハンマーをね吹きつけたユニバーサルシャフトなんですけど、これ動きもすごいスムーズでね良さそうですね。今回ね僕が使用したものはこちらの容量が大きいスプレータイプのものなんですけど、サイズの小さいものもあるので普段持ち歩くにはこういう小さいものが持ち歩きやすいかもしれないですね。で、こちらの商品ねこの動画の概要欄の方に詳細載せとくので、気になる方は動画の概要欄からチェックお願いします。じゃあマシンにねこのユニバーサルシャフト取り付けていきたいと思います。はい、じゃあねシャーシのメンテナンスが終わりましたね。これもう新品同様ですよ。もうこれね愛情込めてもう直しました。最後はね取り外したメカをシャーシに乗せてね走行準備をして走っていきたいと思います。はい、これね今ねお客さんのね BD10LC なんですけど、メカを乗せてタイヤもね取り付けて完成しましたね。はい、であとねこれボディこの車に合わせて、練習用でねボディも用意したんで、僕の中古なんですけどちゃんと動くかどうかね試走していきたいと思います。今からねこのお客さんのメンテしたね BD10LC でね走っていこうと思います。
はい、ということでね、今回はもうクラッシュしちゃってね、ボロボロになってしまったこのね、お客さんの BD10LC を僕がメンテナンスして、この通り新車同様にね直していく動画となりました。またね、これお客さんの手元に戻して楽しくね遊んでもらえたらいいなと思います。はい、そんな感じでね、今回の動画いいと思った方は是非チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。